Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、皆さん聞いてくださいよ。本当にね、びっくりするんですけど、日本の天気、やばいです。はい、先週ぐらいまでは本当に27度、28度とか全然暑くて、10月に入ったんですけど全然暑くて、まだまだ夏みたいな天気だなって思ってずっとね半袖着てたんですけど、今日急に最高気温16度とかになっちゃって、本当に急にめちゃくちゃ寒くてびっくりしました。はいね、朝起きてすごく寒くて、もうこれは半袖じゃさすがに無理だって思って長袖着ました。はいね、本当にねびっくりですよね。急に服装も変えないとっていう感じで焦りましたね。はい、という感じですが、皆さんはいかがでしょうか？最近の天気の話ですとか何かありましたらコメントお願いします。はい。で、今日はですね、私が一人で話すポッドキャストになりますので、ぜひゆっくりね、聞いて日本語の勉強をしてくださったら嬉しいかなと思っております。はい。みずきです。チャンネル登録お願いします。で、じゃあ今日は何のお話をするかと言いますと、私がつい最近行った四国旅行についてです。イエーイはい。本当にね、数日前ですね、四国一周する旅行に行ってきました。はい。なので、ちょっとその時のことをですね、話そうかなと思います。どんなところに行って、どんなものを食べて、どんなところが良かったかとかですね、ちょっと話そうかなと思いますので、ゆっくり聞いていってください。はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい。まずですね、1日目、すごく朝早く出発しました。はい、今日はですね iPad にメモしてあるので、こちらを見ながら話していきたいと思っております。はい、話戻るんですけど、1日目朝ですね、なんと4時半に出発しました。はい。で、まず何で行ったかっていうね話ですよね。はい。で、私愛知県に住んでるんですけど、愛知県からなんとですね車で四国まで行きました。はい。パートナーと一緒にドライブして行きました。と言ってもですね、私そんなに運転好きじゃないんで運転できるんですけど、助手席に乗ってた方が好きなので、ほぼほぼずっとパートナーが運転してくれていました。はい一応ね、パートナーの誕生日っていうことで誕生日旅行に行こうってなってたんですけど、ほとんど全部運転してくれました。はいもうちょっと頑張ります。はい。で、愛知県から四国までですね、車で行くとだいたい片道5時間ぐらいはかかります。はい。ね、ちょっと遠いんですけど、車で行けるかなっていうぐらいだったので、車で行きました。あとはですね、四国でいろいろ行きたいなってなると、その四国で車があった方がいいなっていうので、ね、どうせ新幹線とかで行ったとしても四国でまたちょっとねレンタカーとか借りたりして車が必要になりそうなので、だったら車で行っちゃおうかっていう感じで車で行きました。はい。でまずルートとしては愛知県からこう西の方に向かって行って、で兵庫県通って、そして四国に入るんですけど、順番が徳島、高知、愛媛、香川で愛知県に戻るっていう感じで、こうね四国を一周して回ってくるっていう旅行になりました。はい。今日はですねそんなに長く話そうとは思ってないのでサクサクいこうかなと思うんですけど、はい、1日目まずね朝4時半に家を出発しました。はい、家を出発して、でっていう予定だったんですけど、そうだ思い出した。朝4時半に、家を出発するっていう予定だったんですけど、めちゃくちゃね寝坊したんですよ
はい、なんか朝の3時半に目覚ましをかけて、で起きたんですよね。一回起きたんですけど、起きた時にめちゃくちゃ頭痛くて、そうで、薬飲んでちょっとこれ無理かもと思って、もう少しだけ寝ようってなって、ちょっとね寝ました。もう少しでバッて起きたら、もうね5時半とかだったかな。はい、4時半出発予定だったんですけど、次起きたら5時半でした。はい、なので、頭もね治ってたんで、そっから急いで準備して、でやっとね6時過ぎぐらいかな出発しましたね。まあそれでも早かったらいいですけどね。はい、でまず徳島に着きました。で一つ目は道の駅っていう場所があって、なんだろうな、その道路沿いにあるんですよ。電車の駅みたいな感じで道の駅って言って、道路のところに、なんかお店とかお土産屋さんとかある場所があるんですけど、その徳島にある道の駅くるくるなるとっていう場所に行ってきました。はい。で、徳島はですね、なんか渦潮とかが見られる場所があって、はい、なのでその道の駅もくるくるっていうちょっと渦潮に似た感じの名前になってるのかなって思いました。はい。で、そのくるくるナルトではですね、さつまいもとかが有名そうだったので、スイートポテトのお土産買ったりとか、あとは芋けんぴが有名みたいで、そうで私芋けんぴ好きなので芋けんぴ買いました。はいね、お買い物ですね。はい。で、その次に徳島ラーメン。徳島は徳島ラーメンも有名なので、徳島ラーメンを食べに行きました。はい、そこはね銀座一福本店っていうところで食べました。うん、はい。で醤油系だったかな。でもそんなに濃い醤油じゃなかったので、醤油豚骨みたいな味でしたね。うん、でそこまで脂っこくなかったので、あんまりくどくなく結構あっさりして、で全部ね普通に食べられちゃいましたね。はい、美味しかったです、徳島ラーメン。はい。で、その後もう全部で3日間で4つ回ろうっていう感じだったので、結構どんどん進んでいったんですよ。はい。なんでその後もすぐ徳島出て高知県に向かいました。はい、お昼ぐらいですね。はい。で徳島から高知県までだいたいね2時間半ぐらい、ドライブする時間があって、その時ねちょうど女子のプロバスケットボールの試合がやっていて、でそれを一緒にスマホで見ながらドライブして、もちろん運転手は携帯持ってないですよ。はい、私が持って、で見て運転していきました。はい。で高知県に入ります。まだ1日目なんですけど、高知県に入りまして、で最初はですね桂浜公園っていうところに行きました。はい。で桂浜公園何があるかって言いますと、知ってるかな、わかんないけど、坂本龍馬って聞いたことありますか？もしかしたら日本の歴史好きな方は知ってるかもしれないんですけど、坂本龍馬っていう日本の歴史でとても有名な人がいて、その坂本龍馬像、はい、像が置いてあるんですよね。はい、大きい像が置いてあって、それを見たりとか、あとは本当に海沿いにあるので綺麗な海を見たりとか、はい、あとはお土産たくさん買いました。そこでもたくさんねいろんなお菓子を買っちゃいましたね。はい。で、その後は、その日1日目は高知県のホテルに泊まるっていう予定だったので、一旦ねホテルに行きました。そこはコンフォートホテル高知っていうホテルに行って、荷物を一旦ねホテルの部屋の方に置いて、で車も置いて、で今度そこから、歩いて20分ぐらいのところに広め市場っていうところがあったので、その広め市場に行きました。でこれがね結構面白かったですね。なんかあんまり日本っぽくない感じで、なんでしょう、室内なんですけど、その広い室内の場所にいろんなテイクアウトできるお店があって、もちろんその中でも席はあるんですけど、そのなんていうのかな、フードコートみたいに買ってきたものを
どこのお店のものでも食べていいですよっていう机がたくさんあって、なのでまず席を確保して席を取って、で、いろんなね自分が好きなお店に行ってちょこちょこね食べたいものを買ってきて、でその席で食べるっていう感じのスタイルでした。はい。で、高知県有名なものの一つにカツオがあります。はい。カツオのたたきっていうのがありまして、カツオをね、叩いて柔らかくして、で、ちょっと炙って焼いて、でそれを切ってくれたのを食べるんですけど、なのでちょっと火が通った刺身みたいなイメージです。はい。でこれがねめちゃめちゃ美味しかったんですよね。はい。私あんまりカツオ好きじゃないんですけど、マグロとかカツオとかそういう赤身系、赤いお魚はあんまり得意じゃないんですけど、そこのカツオは本当に新鮮で全然臭みがなくて、あんまり得意じゃない私でもすごく美味しく食べることができました。はい。でそこであとねもう一つ芋天っていうのも食べて、それも美味しかったです。他にもいろいろ食べたんですけど、お芋の天ぷらですごい丸っこくて小さい天ぷらで甘くてすごくね美味しかったですね。はい。それもぜひ行ったら食べてみてください。はい。でそこ夜ご飯だったんですけど、その後もう一つ行きたい場所があったのでもう一軒行っちゃいましたはい。そこは、屋台安兵衛っていうところです。で屋台って名前がついているぐらいなので、そこの本店が外にあるんですね。はい。もちろん屋根はあるんですけど、屋根があるところでも外で、そこになんだろうな、大きい鉄板とかがいっぱいあって、でお店の人が焼いてくれる屋台餃子がすごく有名で、はい。でそれをね外で餃子を食べるっていう感じで、そこのね餃子がね本当にね美味しかったですね。はい。でその時は天気も良くて気温もちょうど良かったので、屋台で食べる餃子っていいなって思いましたね。はい。そんな感じですね。で、それで1日目終わりまして、でそのコンフォートホテル高知のホテルに泊まって、で、朝ごはん2日目の朝ごはんはそのホテルで食べました。でなんですけど結構美味しかったですね、これも。はい。コンフォートホテルの朝ごはんが結構なんか健康的な朝ごはん、体にいい朝食っていうのを意識された朝ごはんで、良かったですね。そう私朝から脂っこいものとかいっぱい食べちゃうと本当胃が弱くてすぐやられちゃうので、はい。でもそこのホテルはすごいね栄養バランスが考えられてて、たくさん野菜もあったしヨーグルトもあったし、なんか野菜のスムージーとかポタージュとかもあったし、鶏肉とかもあったし、そう結構ね栄養のいい健康にいい朝ごはんっていう感じで美味しくいただきました。はい。でその後はもうホテルを出発して2日目、徳島高知の後高知から愛媛に向かいました。はい。2日目は愛媛に向かいましたね。で最初に行ったのが愛媛の下灘駅っていうところです。駅ですね。なので普通に電車が止まる駅なんですけど、下灘駅っていうところはもうね観光地の一つになってますね。はい。何がすごい駅かって言いますと、本当に駅があってもうここに海があるみたいな感じで、本当に海沿いにある駅なんですよ。はい。なので写真を撮ったりとかそういうのをねみんなしたいので、観光客に有名な駅になってました。はい。で私たちもそこに行ってそう海見たりとか、そこでたくさん写真撮ったりとかしました。はい。またねちょこちょこ載せられたらここら辺に写真載せておこうかなと思いますけど、忘れたらごめんなさいはい。で、その後はですね一旦もうホテルに行っちゃいました。愛媛のホテルに行ってチェックインはまだできなかったんですけど、そこに車を置いて、歩いていろいろ行きたかったので、はい、車を置いて行きました。はい。そしてもう一つ愛媛県で泊まったホテルですごく良かったことがあったんですけど話し忘れちゃったので、急遽後撮りで動画を撮っておりますはい。その愛媛県で泊まったホテルで
感動したんですけど、蛇口からみかんジュースが出てくるっていうやつがあって、でそのホテルに泊まった人はそれ無料でいつでも何回でもみかんジュースをそこから出して飲んでいいっていうサービスがありました。はい。でね、その時2種類のみかんジュースが飲めたんですけど、どっちもすっごく美味しくて、そこに泊まってた間何回もたくさん飲んで、はい、すごく楽しくて感動したので、その動画もここに載せておくので、よかったら見てください。はい。で、車を行って、その後は金兵衛っていうところにお昼ご飯食べに行きました。はい。で、金兵衛っていうのは愛媛で有名な焼き豚卵飯っていうご飯があるところです。はい。そのご飯は愛媛県のいろんな場所にあるんですけど、とりあえず焼き豚卵飯っていう愛媛の有名な B 級グルメを食べたくてそこに行きました。はい。ね、なんかチャーシューと目玉焼きが乗ってて、でタレがついて、その下にご飯っていうシンプルな感じではあったんですけど、本当に美味しかったです。シンプルだけど優しい、でも癖になるっていう、そんな感じのいい味でしたね。はい。そしてその後、歩いてそこから松山城っていうお城に行きました。はい。で私そんなにお城は興味ないんですけど、パートナーがお城好きっていうのもあって行きました。はい。でもね、結構楽しかったです。はい。なんかね、昔の銃が置いてあったりして、でそれもちろん弾はないんですけど、その銃を触れたりとか、あと昔の刀をちょっと持ってみたりして重さを感じられたりとか、そういうね体験できるところが結構あったので楽しかったなって思います。はい、そんな感じですね。で、その後はお土産買いに行きましたね。はい。そう、愛媛県で有名な一六タルトっていうところに行きました。はい。なんかロールケーキの和菓子版みたいなイメージなんですけど、一六タルトが有名だったので、そういうのを買ったりとか、いろんなお土産を買いましたね。はい。で、あとはその愛媛で道後温泉っていう温泉が有名だったので、その温泉にも入ってゆっくりして、肌がスベスベになってよかったです。はい。はい。で、夜ご飯はですね、愛媛県ですね、鯛めし有名なんですよ。はい。さっき言った焼き豚卵飯以外だと鯛めしがすごく有名なので、それ事前に行きたいお店調べていたので、そう鯛めしの有名なお店に行って食べました。はい。で、タイはね、もともと私好きなので、すごく美味しくいただきました。はい。またそれも写真載せておきます。はい。で、最終日ですね。どんどん行きますよ。もう結構喋ってるんではい。で、3日目は朝出発しました。で、朝ごはんはちょっと胃に優しいものを食べようと思って、もうコンビニで買ったヨーグルトを食べました。それはね、3食ずっと外食、外食は外食なんですけど、カロリー高いもの食べてると私の胃が死んじゃうんで、最終日の、朝はヨーグルトを食べました。はい。で、そこからは、香川に向かっていきました。最後の県ですね。四国の最後の県、香川。で、香川はもうね、何が有名かと言いますと、本当にこれは有名なんですけど、うどんです。はい。ね、なんかうどんって日本で有名っていうイメージあるかもしれないんですけど、日本人にとっては日本の中でも香川県がもう一番うどんが有名な場所になります。はい。なので本当にね、そこ一回行ってみたかったんですよね。はい。今回初めてでうどんを食べるのを一番楽しみにしてましたはい。ということで、香川県ではですね、2つうどん屋さんに行きました。はい。1つ目はかのかっていうシンプルな釜揚げうどんが有名なお店に行きました。はい。すごいんですよ。釜揚げうどんっていうのはなんかお鍋にお湯沸かして、でうどん茹でるじゃないですか。で大体その後ですね、ざるに、うどんを入れて水切っちゃうんですけど、釜揚げうどんっていうのはその沸かしたお湯と一緒にそのまま、お皿に入れるんですよ、お湯のまんま。
でそのまま出てきて、であとは、だしのスープつゆがあるので、そこにつけながら食べるっていう釜揚げうどんで、これもねだしがねすごいね優しい味だし、もちろん美味しいしっていうので落ち着く感じで、うどんもねつるっとしててすごく美味しくて、もう全然そこら辺で買う冷凍うどんとは全然違う美味しかったですね。はいで、もう一店、うどん屋さん行ったんですけど、うどん屋さん行ったらもうお腹いっぱいで大変なことになっちゃうんで、1店目行った後にコンピラ山っていうところに行きました。神社の一種かなと思いますね。そう神社に行きました。でそこもねすごいんですよ。なんか700段以上ぐらい階段があって、でそこをずーっと登っていくとやっとね神社があって、お祈りできたりとか、あとはねそこ珍しいなって思ったんですけど、神馬だったかな。ちょっとまた調べとくんですけど、お馬さんがいたんですよ。なんかね神社に馬がいるっていうのは私初めての経験だったんで、すごいなーって思いました。で白いお馬さんがいましたね。で白い馬がいて、ですごいね可愛くて、なんかね綺麗な感じでいいなーって思って、たくさん写真を撮りました。なのでそこも良かったです、コンピラさん。でその後やっと、うどん2店目に行きました。でそこがバカ一台っていうお店で、そこはねなんか面白いんですけど、釜玉バターっていう、今度さっきのお店とは逆にこってりしたうどんが有名なお店です。なんかカルボナーラのうどんバージョンみたいな感じでしたね。うどんに、バターと卵とあと胡椒、そして、ちょっとソース醤油かな、をかけて、本当にねカルボナーラみたいなうどんですっごい美味しかったです。そこも良かった。で、そこ終わって最後に行ったのが秩父ヶ浜っていうところです。浜ってついてるので、ビーチですね。でもそこがすごい有名な場所で、もうフォトスポットになってたんですね。でそのなんか太陽が本当に落ちる時、日の入りの時に写真を水面からこうやって撮ると、なんか素敵な写真が撮れるっていう、そういう綺麗な浜があるって知っていたので、そこに行きました。でなんか面白かったのが、そこにボランティアの方がなんかたくさんいて、で写真をね撮ってくれるっていう、まさかの無料で、そのボランティアの方がじゃあこういうポーズしてとか、じゃあ傘持ってこういうポーズしてとか指示してくださって、で写真を撮ってくれるっていう、そういうサービスがあって、それね行ってから知ったんですけど、びっくりしました。結構ねいい写真が撮れたので、また載せておこうと思います。そんな感じですかね。ちょっとまた喋りすぎちゃったんですけど、そんな感じで、四国一周するっていう旅行に行ってきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。初めて四国行ったんですけど、皆さんにもおすすめできるぐらいいい場所だなと思ったので、ぜひぜひ行ってみてください。今日はねバーっとそのスケジュールを話してしまったので、面白いかどうかはわかんないんですけど、聞いてくださったら嬉しいです。じゃあここまでにしようかなと思います。いつも通り日本語のオンラインレッスンはプレプリとiTalkiでやっております。いつでもお待ちしております。そして、四国について少しでも興味がありましたら、ぜひぜひたくさんコメントお待ちしております。それでは今日はここまでにしようかなと思います。皆さん今日も聞いてくださってありがとうございました。それでは、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それじゃあまた次回お会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.